はい、皆さんこんにちは、ミルです。はい、前回の、動画 Z50 触ってきた動画見てくださってますか？見てない方は、どっちだっけな、概要欄とあとなんかアイテムマークがあると思うんで、そこに載せておこうかなって思います。で、ずいぶん前にフィルムカメラを夏に3台同じの買ったよって話したじゃないですか。それが何か発表します。というわけで、じゃん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 。黒い革のケースから何が出てくるかわかりますか？ニコン F です。これ取っちゃいますね。こちら、ニコン F のハイレベルです。はい、もう一台なんでしょう。ニコン F、ブラックのフォトミック FTN ですね。で、さらにもう一台、これが今、ニコン F のストラップがついていまして、これがニコン F フォトミックですね。で、今手元に同じカメラが3台、はい、ございます。で、なおかつもう1個アクションファインダーってものがありまして、着せ替え休みですよ。もうマジで毎日楽しいですよ。こうやってファインダーをつけまして、こう跳ね上げ動作をして、するとこうフォーカシングスクリーンが見える、素通しのあれですよっていうのがこの、ウエストレベルファインダーですね。ごめんなさい、さっき多分言い間違えてたもんで、ウエストレベルファインダーです。ウエストレベルファインダー、取り回しはしない、ゆるーくいきたいと思うので、ご勘弁ください。ということで、早速ですが、ニコン F について、ざっと話していきたいと思います。ニコン F は1959年、発売となった、ニコン初めての一眼レフ機です。形式は、35mm フィルム、一般的なやつですね。で、モードがバルブから1000分の1秒まで切れるというものになってまして、で、アイレベルと呼ばれるものには露出系がついておりません。で、フォトミックと呼ばれるものから露出系がついております。で、ファインダーシェア率は100倍、約 100%、100倍じゃないですよ、約 100%。で、倍率が約 0.8 倍と。で、マウントはニコン F マウント。このニコン F から、F マウントが始まりました。で、今ちょうど60周年ということで、アニバーサリーで、勝手に騒いで僕がひたすら騒いで、ウェーイっつってるわけですよ。もう本当に、ニコンさんとしてもこう大々的に、ニコンミュージアムとかでこういろんなものを売り出して、いやー、すごいなって思います。で、ニコン F が出る前は、ニコンは、ニコン SP とか分かりますか？レンジファインダー機があって、もともとこのペンタプリズムがないところ、レンジファインダーので素通しのここがあって、こう見て、素通しじゃない、を見て、こう、薄いね、像があるからこう、合わせるわけですよ。で、そんなのやった中のからこう SP のその真ん中の部分をこうパカッと割って、そこにファインダーをガシャンってつけたって感じの、もう本当にそれが実は結構簡易的にって言い方は怒られますけど、こう割と大雑把にこう言えばそういうことです。で、なぜニコン、一眼レフカメラが出たのはもう超望遠と200mm とかさ、逆にこうマクロとか拙者とかそういうのってどうしてもレンジファインダーじゃピント合わせられないじゃないですか。あれって結局距離計があって、距離計に連動してこう大体の像があって、こうその物の距離とのが合ってるとこう像が一つに見えるよってだけであって、実際にそこの写る絵をそこから見てるわけじゃないので、映る像を見てるわけじゃないので、ピントが正確に合うことはかなり難しいと思います。本当にレンジファインダー調整もめちゃくちゃめんどくさいですし、でそこの中でこうクイックリちょっとすいませんね、2台今ちょっとアクロス入ってるんでこいつしますね。クイックリターンミラーってこうシャッターを切ったらこう行って帰ってくるクイックリターンミラーで、なおかつこう自動絞り、こうカシャッシャッターを切る瞬間だけカシャって絞られるっていう。で、なおかつここペンタブリズムっていった技術が開発されて、いろんなメーカー、ペンタックスだったかな、ペンタックスじゃない、リコーかがもう作ってたのもかなり先で、その技術をニコンはクイックミラーシステムを盗んだんじゃないかとかの話も出てますけども、そこは置いといて、で、私初代の一眼レフ
最初の方の一眼レフはこう巻き上げた時にミラーがこうビリ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 って降りてきて、でシャッターを切るとまたパカンって開いたままになっちゃうんですよ。でまたシャッターを切ろうと思ったら巻き上げる、そうするとこうミラーが降りてくるっていう仕組みになって、まあこう上げるこうガチャガチャってこう上げるまではなんとピントが合わせられないっていうので、まあなかなかこうやっぱ撮るのやめたとかもできないですし、まあ、リスク高いな。まあ、それがだったのがこうクイックミラー、リターンシステムっつって、こう最初からこうなっててパカンパカンパカンってなるようになったと。まあもうすごい進歩ですよ。でもニコン F といえば東京オリンピックで本当に活躍してて、よくある組み合わせが、例えばニコン SP に 50mm をつけて、でもう一方ニコン F を使ってまた別のレンズ、変えながらとかで写真を撮っていくと。でその時によくあったのがこういうのにニコルレフレックス、1000mm F8 だったか F6.3 だったっていうすっげえなんかこうぶっといのがあるわけですよ。あれにこうつけて、でなおかつ、アクションファインダーっつってこうウエストレベルファインダーと、なんだろうアイレベルファインダーがこう合体したみたいな感じで、ごめんなさいちょっといろいろとって中断しました。でそういうそのでっかいレンズを取ってアクションファインダーってのがあるわけですよ。普通こうファインダーをこうどっちだろう、こんな風にここから見る像を見るじゃないですか。じゃなくてアクションファインダーっていうのはこうペンタプリズムでこう反射させて、カメラ買ったらここに撮像面みたいなのがあって、ここにまた見えるわけですよ。そうするとこう覗かなくても見えるってことですごい見やすいので、割と愛用されてたのかなと思います。でそんなことは今ニコン F の話なんて、でなんで僕がこんなニコン F を3台買うことになったのかって話ですよ。なんだろう、いやもう本当に最近、カメラを始めてどれくらいだろう、1月にカメラを始めてニコンのカメラで始めました。でこう D700、D300 って買って、ニコンいいなと思って、でそしたらたまたまちょっとツイッターで知り合った人がいて、その人にフィルムカメラいいぞフィルムカメラいいぞって言って、前々から自分もフィルムカメラやってみたいなって気持ちがあって、でニコマートドイツだからとニッコールマットだっけなこんなの買ったわけですよ、ニコマット。ただやっぱりこう簡素化されててすごい美しいんですけど、なんだろう、どうせだったらこういいもの、フラグシップを使いたいとかって思ったり、あとはこうちょうどその時にニコン F マントの60周年のアニバーサリーストラップ買ったわけですよ。でニコン F っていうフィルムカメラがある。なるほどと。これはストラップがあるんだから本体も買わなきゃダメだよなと思ってそんなノリと勢いだけで1台目のアイレベル購入したわけですよ。その時にニコン F のボディって初期型、中期型、後期型ってありまして、大雑把に分けると初期型、中期型、後期型、本当に初期型でも本当に640万台とかそういうまた番号めんどくさい話なんですけど、買ったのが中期型だったわけです。アイレベルに中期型で、それで買うのを本当はやめるつもりだったんですよ。でたまたまハードオフに行ったわけです。そしたらいたわけですね、こいつがブラックで、フォトミック FTN のファインダーがついていて、でなおかつ、後期型だと。で実はニコン F の相場調べてもらったら分かるんですけど、ブラックってめちゃくちゃでもないけど、大体シルバーモデルよりも、1.5 倍から2倍程度高いんですよ。なのにニコン F のこれも結構安く買えたんですけど、こいつが1万円で買えたわけです。でたまたま、ハードオフに行ったら、オートニッコールの 50mm1.4 っていうのと、この革のケースと、このベストレベルファインダーがセットになって1万5000円だと。たまたまそこに友人がいたわけですよ。で友人が、僕はもうお金ギリギリしか持ってなくて帰りの交通費がないかもしれないって話をしたら、いいよ金ならいくらでも貸してやるって言って、結局金は借りなかったんですけど、買っちゃいました。で買ったと。でこう1個だけと思ってたのが2個目買うわけですよ。で後期型だと。でファインダーも違う。そうするとこう物欲が出てきちゃって、どうしてだったら初期型が欲しいな、もっと違うファインダーが欲しいとか思っちゃって、ちょっと前に新宿のクラシックカメラ博ってのやってたじゃないですか。その時に、初期型のボディにこのフォトミックファインダーがついてるやつが7000円だったかなんかで売ってて、と思って、なんでしょうね、手が滑って買ってしまったわけですよ。で、
作例この後作例っていうかもう本当にただ趣味で撮ったやつを後でこう後ろに何枚か載せておきますけど、いいカメラを買っても写真の腕は上がりません。ただ撮るのが楽しくなります。だからこう上達するのが早くなる。やっぱり楽しいカメラはいいカメラって知り合いが言ってるんですけど、本当にその通りだなって思います。というわけで、雑談動画が続いてますが、ニコン F のお話でした。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。